なんてどうってことないじゃん。私はいつでも私だもん。今回の召集は即位した海王様を阪神連盟の盟主としてお披露目した上で精神の命を発するためでしょう。海王様に盟主の名を与え、祖軍は王という大義を得る。光陵殿は阪神連盟の指導者という実を不動にして討伐軍との決戦に臨む。誰の原作かは分かりませんが見事です。シュエちゃんは何でもお見通しなのね。召喚の討伐軍は魏を鎮圧した後、西へ矛先を向けました。西王の末裔として挙兵した伝丹が撃たれ、後継者の伝英も東亜で包囲されている最中です。全て予想を超える速さ。反乱そのものが瓦解しかねません。海王は生の救援を名目に精神を命じ、討伐軍がこれ以上勢いを増す前に全力で叩くでしょう。匠くんの言う通りね。何としても召喚を破らないと。とにかく王と謁見できるってわけよ。姉さんよほど嬉しいのね。本物の王を見られる機会なんてめったにないもの。それもさ、自分で名乗ってるだけじゃなくて、みんなから認められて求められてる正当な相応なんだよ。マジ最高じゃん。末裔といっても羊飼いをしてるのを光陵殿が見つけてきたそうですが、祖が滅んで苦労していたのね。哀れみのつもりか。その気もないのに同情するなんて、侮辱と同じなのに分かってない。ほったようなものってさ。お披露目に来たの？叔母上に呼ばれた。王を立てると面倒なことばかりだ。確かにあの王は楚の王統を継いでいるが、期待はするなよ姉上。前みたいにキラキラだといいな。
宝石よりもキラキラしてたもん。始皇帝。始皇帝は暴虐、非道にして告白の極みでしたが、人を滑るという意味では見事なまでの王。比べるのはさすがに酷というものでしょう。今にも泣き出しそうだな、姉上。だから期待するなと言ったのに。王侯将相伊豆くんぞ、主アランヤ。それって陳章のやつじゃん。王とは血ではないと言っていた。王とは人を守る礎だ。生まれや地位はただの飾り。ふさわしい力を持つ者だけが至れる。王家様、正進の命令は下されましたか？出たよ。聖の援軍として西へ向かえってさ。私と愛梨が前陣、討伐軍に目に物見せてやるからね。足手まといにはなるなよ、姉上。お姉ちゃんのセリフだっつーの。私忘れてないよ。絶対に王になってみせる。キラキラの本物の王に。行くぞ。なんだよあいつ、返事くらいしろよ。頭にくる。話をしたいって？はい、お帰りになる前に一度ゆっくりお話がしたいと。
大きな戦いの前ですし、光陵殿と直接話をしておくのがいいと思います。じゃあ行っちゃおう。光陵様のお屋敷までこの愚騎がご案内いたします。こちらへどうぞ。戦場になったばかりの町なのに、ずいぶん活気があるわね。それはもう、楚の民の皆さんが海王のご即位を祝っておられるのです。へえ、やっぱ王様って偉いんじゃん。そう言ってもらえると助かるわ。気楽な方が好きだし。海王から楚の大将軍に拝命して、姉さんとは上司と部下の間柄になったのに丁寧ね。再興したばかりの楚にはまだまだ力がありません。官位も形式的なもの。光陵様はよくお分かりなのでしょう。兄様、あれを。半蔵様は光陵様の直属の配下ではないので、この場に立ち会う理由はないのですが、何かあるかもしれない。光陵殿。様はすでに義王からの援助を求める声に応えられ、今回も西王救援のために派兵されます。であれば全てを支配しようとした真の暴君とは異なる他の王を認め援助しまとめ上げる旧七国連合の盟主となるのが良いのでは。さすがは長老殿だよ。王の名は高まるし、連合の力は秦を倒す大きな力にもなる。いいことばかり。援助をした義と清は問題ない。趙と燕は一応挙兵はしてるけど、
遠いし規模も小さいから何とでもなるとなると残るは漢だ。長領殿は漢の貴族の出、国情にも詳しいんでしょ。漢はどうしたら話に乗ってくると思う？漢には皇子である王陽君寛政様がご存命です。寛政様は正当な王の後継で真偽に厚い方です。海王様の名で漢の復興を援助すれば連合はなるでしょう。聖漢の連合がなれば趙燕も従い海王様の名のもとに大連合がなります。関への使者に周ちゃんは？お待ちください。長領は我が軍の支柱。討伐軍との決戦を前に関へ行けとはあまりに急なお話です。劉邦の腹心、半海だっけ？いきなり発言するのは無作法じゃない？そうは言われても我が軍の命運を左右しかねないこと。黙ってはいられないわ。じゃあわかりやすく言うよ。決戦前だから策を講じないとね。長領殿の海王を名手にするのは上策だよ。そして関への使者として長領殿以上の適任はいない。劉邦殿にも利のある話でしょう。確かに私が関王を味方につけて海王が大陸の名手になれば劉邦様はその功労者になります。兄様、お心遣いは感謝しますが、この時期に劉邦様のおそばを離れるわけにはいきません。リーファ様の言う通りです。今度の討伐軍、これまでとは比べ物にならない。私がいなくなったら、匠くん、冷静になって。気持ちはわかるけど、それは。待ってリーファ、匠の言うこと全部聞いてからにしよう。姉さん。はい、わかりました。へえ、そうなっちゃうんだ。予想外れちゃったな。
兄様、どうしてそんな。断ってしまった方が、桜花様にはいいはずでしょう。そんなの、ただのわがままじゃありませんか。私は、観世様のもとへ、行っても、よろしいでしょうか。それなら決まり。やっぱ、好きなことを思いっきりやんないと。私にとって、カンナ最高は祖父の霊に報いること。その機会をくださった光陵殿と龍鳳様には、感謝の言葉もありません。観世様への使者の役、慎んでお受けします。討伐軍とはなんとかやり合うぞ。長領、漢王のところでしっかり頑張ってくるんだよ。姉さんの言う通り、こっちはこっちでなんとかするから、気にせずに行ってきてね。兄様、桜花様、リーファ様、ありがとうございます。このご恩、必ずお返しいたします。故郷に恩を返せるのは、半蔵様の口添えあればでしょう。お礼を申し上げます。僕も必死で考えたんだ。これってみんながお得ってやつだよね。そこまで龍鳳様を見込んでくださっていたとはね。私はすごく執念深いので、このお礼はいずれきっちりお返しします。それを言うなら、すごく感謝してるから、でしょ？迎えに来てくださったんですか、ミオン様。わざわざありがとうございます。出迎えなんて大げさすぎるよ。ミオン、そんなに僕が信用できないんだ。すぐ後ろ向きに考える癖はやめなよ。
愛理様との軍議に水明がいないと困るから連れに来てやったのさ。ところで先ほどの謁見なのですが、あれ水明様のお板ですか？そうだよ。劉邦を潰すために光陵様に進言したんだ。名手になれって言ってきたら長領を漢に行かせろって。狙いは最初から長領様だったのですか？そりゃあ劉邦は油断ならないやつだけど、水明が一計案じてはめるほどかね。全然分かってない。劉邦はバカだけど大きな勢力を持っているのは同じようなバカが引き寄せられるからでしょ。劉邦の力がそれだけなら取るに足りないけど、集まった力が一方向へ集中しだすととても厄介。これを与えているのが長領と天のしるべだから。劉邦、長領、天のしるべ、この3人を分断しておけば劉邦軍の脅威はないも同然。だから長領を行かせたんだ。敵に回したくない女だね。だけどそれにしちゃ爪が甘いじゃないか。長領を殺そうとしたら劉邦が敵に回るよ。愛理様を王にするには劉邦の力が必要。今はまだね。と言ったって愛理様には王になる気はないだろ。片思いが切ないね。いいんだ、それも今はだよ。長領様が漢の再興に成功して劉邦様に合流されるとより大きな脅威となるのでは？それまでに体制を決めてしまえばいいじゃないか。愛理様はそれができるでしょ。